こんにちは、うぬぎ家です。夫婦で古民家を改修しています。今回はコンクリート土間の解体作業。ここから天井裏が見れるようになってる。なるほど。開けてみるね。うん。ずっと気になっていた天井に開いた穴。もしかすると隠し部屋だったりするのかも。ほこりやばそうやね。うわー。わあ、真っ暗。見えにくくて申し訳ありません。真っ暗なだけでなくて、壁も天井も真っ黒でした。どうしてこんなにすすけているのでしょう。謎のケーブルとレトロな外紙。何のための空間だったのか想像が膨らみます。真っ黒クロスケが住んでいてもおかしくありません。すすを掃除したらほこりだらけになるので、荷物を全部移動してしまいましょう。この部屋はお風呂とキッチンのある土間。井戸ポンプも設置されていて、水回りの要となります。僕たちはここを風呂場、洗面所として活用します。今の生活で一番の不便はお風呂がないこと。近くの公衆浴場を利用したり、川で水浴びをしたりしてしのいでいます。一連の解体が終わったら、まずはお風呂作りに取り掛かりたい。なのでこの部屋が改修のスタート地点になる予定です。とは言ってもお風呂の完成はまだ先の話。それまでの間、ドラム缶風呂でしのぐことも考え中です。家が完成していないことを我慢するのではなくて、少しずつ完成していくことに喜びを感じながら生活しています。物の片付けが終了しました。このかまどで上が真っ黒になってたのかな。ねえ、そうかもしれないね。それでは天井裏のすす掃除スタートです。ほこりやばいね。やばい。なんか出てきたよ。なになに。うわ。自在鍵じゃないこれ。そうっぽいよね。うん。しかも固定されてるから、このためにこの穴が開いてたのかな。あ、そういうこと？自在鍵とは、いろりの上に鍋や釜を吊るす道具のこと。ここで使っていたのでしょうか。古民家暮らしで大変なエピソードの定番は、梁の上に溜まったすすやほこりが落ちてくること。掃除をしてもキリがありません。だから古民家は明るくしすぎないのがいい。自在鍵が吊るしてあった針金です。ここは物置として使えそうな気がします。コウモリが好きそうな暗闇なので、住処にされないように気をつけないといけません。とてもきれいになりました。すすぼこりの量にびっくり。この土間は壁と天井に合板が張られていました。一つは隙間風と寒さ対策。もう一つは天井から落ちるすすぼこり対策だったかもしれません。合板は天然の木材と比べて湿気を吸収しやすく、カビやすいです。
さらにここは床がコンクリート張り。コンクリートも丈夫で気密性がある一方、湿気を溜め込みやすい性質があります。時々結露で湿っぽいのが気になっていました。水回りだからこそ湿気対策はちゃんとしてあげたい。隙間があるのは悪いことだけじゃありません。隙間があるから自然に換気や調湿ができます。解体をしていると時々すがすがしい気持ちになるのですが、家が再び呼吸し始めたような気がするからかもしれません。いやー大変だった。お疲れ。1個でこんなかかると思わなかった。裏がこうなってたから力が入らなかったんやね。ねえ。ここはプラの波板トタンで隙間対策。高気密高断熱が常識の今、古民家を改修するときも断熱材や合板を利用するのが一般的です。なのですが、僕たちにはこだわりたいポイントがありまして、プラダンやグラスウールなどの断熱材や合板や修正材は使用しません。僕たちは木が好きなので、ぬく材に囲まれて暮らしたいし、立派な梁を眺めていると幸せを感じます。昔ながらの古民家らしい古民家を目指します。もちろん凍え死なない工夫は必要ですが、この土地で手に入れられるものを使って建てられた家は、この土地に帰っていくことができます。いつか僕たちが死んで土に帰るのと同じように、この家も寿命を全うする日が来ます。その時にゴミや産業廃棄物と呼ばれることなく、この土地にとってよく働く資源となってほしい。僕たちが素材を選ぶときに大切にしたい思いです。壁の合板剥がし、なんとか終了しました。天井解体だね。そうだね。気をつけてやらないとね。うん。うわー、すでに。うわー、つら。やばい気しかしない。なんか剥がした方がいい感じだね。そうだね。針が見えていい感じだ。うん。この日はとても蒸し暑い日だったので、我慢できずにヤッケを脱いでしまいました。ほこりだらけの見苦しい姿で大変申し訳ありません。こちら側は合板を外すと吹き抜けになっていて、屋根まで見通すことができます。剥がした後は一気に開放感が出ました。さらに上に天井のようなものが見えますが、屋根裏は材木置き場になっていて、板が山積みになって置いてあります。利用できる材がたくさん残されているので、
屋根裏の整理もこれからやらなければいけない仕事の一つです。ここは吹き抜けのまま活用したいので、天井裏もきれいにしておかないとすすが降ってきてしまいます。古民家暮らしは1日あたりの掃除量がとてつもありません。掃除が好きじゃないとできない暮らしかもしれません。すごいすっきり。すごいね。お疲れ。隠れていた梁が姿を現しました。久しぶりに日の光を浴びてびっくりしているんじゃないでしょうか。続いてはこちらの天井。先ほど掃除した天井裏の表側です。合板というのは原木をかつらむきにしたものを接着剤で数枚重ね合わせたものです。まるで紙のようにペラペラとめくれます。たった1枚でこんなにも広い面が取れるので、やっぱり便利だなとしみじみ思います。天然無垢の木材だけでリフォームしたいというのは僕たちの特殊なこだわりでしかありません。でも自分たちが気持ちよく住むことには妥協したくありません。木材縛りのリフォーム、どんな風になるのか楽しみです。この天井はそのまま使えそうだね。そうだね。黒くてかっこいいね。うん、かっこいい。古民家には黒が似合うと思います。天井の合板剥がしもラストスパートです。間違いなく人生で一番埃だらけになりました。汚れれば汚れるほど楽しみになるのはお風呂。今日は近くの大浴場へ癒されに行きたいと思います。早く家にお風呂が欲しいです。最後の掃除は正しい格好をした妻がやってくれました。中央の梁を境にして天井の有無が分かれていました。今は一つの部屋ですが、当初は別々の部屋だったようです。本日の作業はここまで。麦が元気に育ってきてくれました。暖かい日が続いて育ちすぎているくらい。雪腐れしないように、寒さに負けないように、麦を踏んで強くします。寒くて怖い冬を麦と一緒に乗り越えられるように、できることを一つずつ片付けていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。